はい、大ちゃんこんにちは。じゃあ、いやいよいよ実習生の方々がはい入ってくる日が近づいてきました。はい、はい、インドネシアからですね。そうですね。何日に来られるんですか7月の2日ですね。？7月の2日。はい吉日ですかね。ということで、はるばるね、海の向こうからインドネシアの方々やってこられますけれども、ね、いよいよ楽しみになってきましたね。そうそうはい。楽しみですね。ところで大ちゃんですよ。はい。大ちゃん、インドネシアのことについてはご存知ですか？なんか。インドネシアなかなかね。わからないですね。そうですよね。まあ私もそんなにはわからないですけど、デヴィ夫人。デヴィ夫人。インドネシアですかね。そうだよ。インドネシア。デヴィスカルノ大統領のね、第二夫人でしたっけ？なんかそなんかそんなの気がします。夫人なんですけれども、そのインドネシアです。あまりご存知ないということで大丈夫でしょうか？はい。ということで今日はですね、はい実習生の方々のためにもインドネシアを知ろうという企画でございます。はい。私の方からですね、インドネシアについてのクイズをはいちょっとだけ出させていただこうと思っております。はい答えられます？多分。はい。私さ、全然余談やけどさ、私さ、バリ島行ったことあるのよ。バリはいはいはい。島ってインドネシアですよね。確かそうです。インドネシア行ったことあっまさかのインドネシアに行ったことある人が。でバリ島駅。た。バリ島に行った。まあ、観光地です。観光地ね。じゃあ早速やっていきますよ。まず1問目です。はい。インドネシアの公用語は何でしょうか？インドネシア語ですか。そうです、正解です。インドネシア語っていうのがあるらしいです。まああんまり聞いたことないですね。馴染みないですよね。馴馴染みないですねねどっか派生したあれなんか。え、インドネシア語自体はですね、まあ一応その流れは組んでるんですよ。マレーポリネシア語っていう。マレーポリネシそうです。ア。マレーシそうです。マレーシアとかポリネシア、つまり海洋系のア。言葉みたいですね。日本とも違いますし、中国、韓国、ああいうところとも違いますし、どっちかというとああいうなんかマオリ族とか、ね。ああいう人たちが喋ってる言葉に近いんでしょうね。えでも表示する形態はラテン文字だそうです。ラテン文字。つまりはアルファベットはいはい。で表記されるみたいですね。アルファベット。はいなかなか面白いですね。はいということでございます。では2つ目いきますよ。はい。インドネシアの首都をお答えください。首都わからんな。首都なんやろ。なんだっけ、わかんない。ジャカルタ、なんかそんなの。ジャカルタ。正解です。あ、ジャカルタ正解。ジャカルタです。すごい。飛行機の表記で表すと JKT です。JKT。そうです。空港の、はい、3文字の JKT です。はい、ジャカルタ。1056万人住んでいるという感じですね。1キロ平方あ、はいはい。ですね。あたり1万6000人ぐらいが住んでいるので、すごくない？なかなかな密度ですよ。すごいですね。はい、そういったものになっております。じゃあ3問目です。はい。はい。インドネシアの人口は3億人以上でしょうか？以下でしょうか？以上。ファイナルアンサファイナルアンサ3億人。ー。じゃあ以下で。いいか。ー。いちごさんは以下と。うん。はい。大ちゃんは以上と。はい。以下でした。はい。2億8348万人だそうです。203億人。すごい。すごいね日本だって1億何2000万人ぐらいですね。今ね。そう考えると日本のまあ 2.3 倍ぐらいな感じなんですかね。すごい。ちなみに世界でいくと人口は4位だそうです。あ、4番目。はい。ちなみにですね、国土の面積と言っておくと14番目。14番目。結構大きい国です。はい。日本何番目なんですか？国土の面積ですか？はい。61番目です。結構狭い。そうだね、200カ国あると考えてね。まあ日本はね、海洋面積だけでいくとすっごいすごいね、排他的だね。海洋面積でいくとね。でもまあ土地って考えるとインドネシアは14番目と。すごなかなかですよ。い。そして質問いきますよ。また問題です。インドネシアの GDP はいくらでしょうか？
今ねちょうど成長うん成長しよそうですしてるところなんだよ。成長していっております。これ答えられたらすごいですよ。う。俺もわからん。わかんないですよね。はい正解を発表いたします。はい。一計5434兆1518億ルピアです。あ、ルピアだけわからんね今。すごいと思う。ルピアが謎すぎる。ルピアが謎です。まあルピアは謎なんですけれども、為替レートでいきますと1ドルで16,229ルピアで、日本だと1円が112.7ルピアなので100分の1ぐらいにすると GDP が大体わかる感じですね。154兆円ぐらい。まあ日本の4分の1から5分の1ぐらいっていうイメージですね。じゃあここからはですねちょっと柔らかなクイズを出していこうと思います。はい。インドネシアグルメクイズです。はい。グルメ。はい気になりますよね。気になりますね、グルメ。はい、向こうの料理って食べてみたいですよね。確かに食べてみたいですね。なかなか聞き慣れないですしね。はい。ということでインドネシアのグルメについてですねクイズでございます。はい。インドネシア料理この中で一つだけ正解がございます。インドネシアの代表的な料理は1はい。グリーンカレグリーンカレー、2ナシゴレン、ー。3チャパティ。チャパテ私これわかる。さあどれでしょうか。ィ。グリーンカレグリーンカレー。はい。ー、それでいいんですか。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーでいいんですか。確かグリーンカレーなの。違う。え、ナシゴレンじゃなかったかそうです。ですよね。はい。ナシゴレンって何？な。なんかね、どんなのって言しかったら。もグリーンカレーしかわからんって。チャーハンみたないんかなやつですね。そう、チャーハンみたいな。はい。鶏肉とかエビとか野なんかそんな菜とかが感じの入ってるそういう感じのやつです。他にはですねミーゴレンとかこれ焼きそばです。へえ。あとはサテ、まあ、これはシシカバブに近いようなものですかね。羊肉とかなんかそういったものですね。とかあとはルンダン、はい、牛肉とか鶏肉をココナッツミルクとスパイスで長時間煮込んだようなもの。まあグリーンカレーにちょっと近いかもしれないですね。イスラム教やけん豚食べれんすもんね。そうだね。それがですね、はい。そこなんです。インドネシア、はいはい、皆さんイスラム教というわけではございません。はい。他の宗教の方もいらっしゃいます。はい。ということで実はですねバビグリンっていうですね豚肉を丸ごと焼いた料理がございます。へえ。バリ島が有名だそうです。ああ、バリ島に確か何教やったっけ？イスラム教じゃなくてあれが多いんだね。キリスト教？じゃそうですねカトリック教徒の方もいらっしゃいますし、あ、忘れた。なんかもう一個あるんですよ。確か。ですねヒンドゥー教、あ、そう。教はい。バリ島ヒンドゥー教が多いな。そうなんや。そうですね、そんなことで実は豚肉食べるんです。なのでですねもしかしたら実習生の方も豚肉食べられるかもしれない。実習生も3人ともイスラム教ですね。アウト。はい。では次はですね、はい。インドネシアの観光スポットクイズでございます。有名なところで行くと、いちごさんどうぞ。バリ島。そうですね。バリ島ですね。もう一番有名ですね。で、バリ島にはですね、ちなみにクタビーチとかレギャンビーチ、レギャンビーチ行った？行った。海の中歩くみたいなやつした。こう海中歩行みたいな。ありますね。とかバナナボートみたいなんとか。楽しんでるんじゃないか。いいですね。その他ですよ。バリ島はわかる。はい。でも他の観光地って何があるんでしょうね。何かあるんですか？多分ですね、全然わからないと思います。はい。他にはですね、ジャワ島にはですね、ボロブドゥール寺院遺跡、世界遺産です。へえ。はい。寺院が有名な。そう、寺院ほら、私これ。もともとイスラム教が入ってくる前は小乗仏教の。あ、そうそう、仏教がメインだったからですね。あ、そうなんですね。はい。で、他にはですね、イジェン火山とか、あと世界最大のカルデラ湖のですね、鳥羽火山っていうのがありまして、超でかい火山がありまして、そういうものがあったりします。あとはですね、よくバラエティーとかであるのがコモド国立公園。
あ、コモドドラゴンってそれ。そうです。それが生息している国立公園です。怖い。インドネシアなんや。ちなみに世界遺産ですこれ。すごい。コモドドラゴンってできるやつやろ。そうでっかいトカゲみたいな。は肉食やったっけ？なんかそうですあれ世界一級かなんかでさ、妹さんかなんかが追いかけられてなかったっけ？そうですそうです。噛まれるとバクテリアがいっぱいいるんで、もう治んないんですよ。腐っちゃうんですよ。噛まれたと。怖い。怖っ。なのでそういう感じになっております。見てみるといろいろ魅力的ですね。そうですね。ねえ。まあどうしても有名なところしか見ていないのでなんともあれですけれども。ちなみに実習生の方ってどの辺りから来られるんですか？インドネシアの。わかんないね。わからんですね。それはわかんないですね。聞いてなかったですね。まあ、国土も広いですからね。はい全然やっぱ島で特徴が違うみたいなので、文化もねなんかやっぱ一様ではないみたいですから。今度インドネシア行くのもいいかもしれないですね。そうですね。バリ島に行った時はバリ式のマッサージああはが有名だからそれをそしたりしてた。疲れ取れた？もうめちゃくちゃ痛い。痛い。い。痛いんですよ痛いね。の家。ということで大ちゃん、はい、インドネシアのことを知ることができましたね。そうですね。はい。はい。いやまだまだ知らんけね教えてもらわないというところはありますはいそうですね表面的な部分ね。あとはその細かいことに関しては実際実習生の方々からお話聞いたりしてね、そうはいです。コミュニケーションを取ってはい。ですね。そうですね。今回は質問形式やったんですけど、まあその地元のことを実習生に聞いて、まあ YouTube で出すのもいいかもしれないですね。そうですね。はい。はい。翻訳してもらって。翻訳してもらって。いいかもしれない。はい。よかったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。キコリの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございましたあ。りがとうございました。